出力ウィンドウのメッセージを削除や保存する方法を説明します。ジェミニのアプリケーション内に削除と保存ボタンを作成し、実行することで、出力ウィンドウのメッセージを削除や保存できるようにします。テキストエディターを開き、コマンドファイルを作成します。コマンドファイルとは、ジェミニのアプリケーション内にボタンなどを作成し、様々なイベントを実行できるようにする Python ファイルです。ここではメモ帳を使用します。from vc コマンド、インポートと記述し、ジェミニのコマンドファイルを呼び出します。cmd イコール get コマンドと記述し、コマンドを取得します。コマンドを取得することで、ボタンなどをジェミニに追加することができます。app イコール get アプリケーションと記述し、アプリケーション情報を取得します。アプリケーション情報を取得することで、出力ウィンドウのメッセージなどを取得できます。メッセージを削除するためのボタンを作成します。btn クリアイコール cmd.create と記述し、プロパティを作成します。ボタンタイプのプロパティを作成するので、vc アンダーラインボタンと記述します。ボタンに表示する文字は、クリアメッセージズとします。作成したボタンをクリックすると、出力ウィンドウのメッセージが削除されるよう定義します。btn clear.onChanged イコールクリアメッセージズと記述し、クリアメッセージズという関数を呼び出します。define クリアメッセージズと記述し、クリアメッセージズの関数を作成します。引数はプロップとします。app.clearMessages と記述し、出力ウィンドウのメッセージの履歴を削除します。メッセージを削除するメソッドは、ジェミニのアプリケーション内にあらかじめ用意されています。メッセージを保存するためのボタンを作成します。btn save イコール cmd.createProperty と記述し、プロパティを作成します。ボタンタイプのプロパティを作成したいので、vc アンダーラインボタンと記述します。ボタンに表示する文字は、セーブメッセージズとします。作成したボタンをクリックすると、出力ウィンドウのメッセージが保存されるよう定義します。btn save.onChanged イコールセーブメッセージズと記述し、セーブメッセージズという関数を呼び出します。define セーブメッセージズと記述し、セーブメッセージズの関数を作成します。引数はプロップとします。msg イコール app.getMessages と記述し、出力ウィンドウのメッセージを取得します。メッセージは文字列として取得します。メッセージを保存するためのファイルの URI またはパスを定義します。URI イコール R と記述し、文字列リテラルを作成します。文字列リテラルとは、ソースコードに直接記述する単語や文章などの文字列のことを言います。保存先のパスをコピーするため、フォルダーを開きます。今回は、ドキュメント、三菱、ジェミニ、1.45 に保存します。フォルダーの 1.45 は、ジェミニのバージョンによって異なります。今回は、ジェミニのバージョン 1.45 を使用するため、1.45 に保存します。パスをコピーし、メモ帳に貼り付けます。パスの後ろに保存する際のファイル名を記述します。今回は output.txt とします。
定義した保存先に取得したメッセージを記述します。with 構文を使用し、ファイルを開く、取得したメッセージを書き込む、ファイルを閉じるという一連の流れを自動で行います。with、open、as と記述し、変数名はファイルの頭文字を取って F とします。ファイル名を URI、操作モードを A とします。A を指定すると、追記モードでファイルが開かれます。f.write、msg と記述し、ファイルの末尾に取得したメッセージが追記されるように指定します。with 構文では、ファイルを閉じる操作が組み込まれているので、ファイルを閉じる記述は不要です。コマンドの初期状態を定義します。define、first underline state と記述し、first underline state の関数を作成します。execute in action panel と記述し、アクションウィンドウを実行します。アクションウィンドウでのコマンド実行は、Gemini のアプリケーション内にあらかじめ用意されている Python API です。コマンドには、削除と保存のボタンがあり、アクションウィンドウに表示します。この2つのボタンをクリックすると、削除または保存のアクションを実行できます。@state と記述し、first underline state 関数をコマンドとして追加します。これで、コマンドファイルの作成は完了です。ファイルを保存します。今回は、ドキュメント、三菱、ジェミニ、1.45、マイコマンズに保存します。ファイル名をメッセージヘルパー、拡張子を Python ファイルの .py にし、保存します。コマンドの初期化ファイルを作成します。ジェミニにコマンドを登録するには、初期化ファイルの作成が必要です。ファイルを新規作成します。from、VC アプリケーション、インポートと記述し、ジェミニのプロパティやメソッドを呼び出します。define、onStart と記述し、onStart の関数を作成します。cmdURI イコール getApplicationPath プラスメッセージヘルパー .py と記述し URI を作成します。cmd イコールロードコマンドと記述しジェミニにコマンドを読み込みます。1番目の引数はメッセージヘルパー。2番目の引数は cmdURI とします。メッセージヘルパーはコマンドに付与する ID で、スクリプトの他の場所やローカライズするときに参照できるようにします。cmdURI はコマンドの URI を指定します。@MENUITEM と記述し、ジェミニのユーザーインターフェースにコマンドを追加します。コマンド追加のメソッドは、ジェミニのアプリケーション内にあらかじめ用意されています。コマンドをジェミニのホームに追加するため、VC タブホームと記述し、テストというグループを作成します。VC タブホームとテストの間は、スラッシュであり、円マークでは動作しないため、ご注意ください。参照 ID は、メッセージヘルパーとします。コマンドの表示位置をリストの後ろから1番目である-1に指定します。コマンドの表示名をメッセージヘルパーとします。これでコマンドの初期化ファイルの作成は完了です。ファイルをマイコマンズに保存します。ファイル名を init にします。ファイル名の前後には必ずアンダースコアを2つ付けます。拡張子を Python ファイルの .py にし保存します。
ジェミニのバージョン 1.45 を起動します。出力ウィンドウで Python のエラーメッセージがないことを確認します。ホームタブのコマンドメニューを確認します。テストグループとメッセージヘルパーが作成されていることがわかります。コマンドを右クリックして、クイックアクセスツールバーに追加します。出力ウィンドウにメッセージを表示させるため、コンポーネントを追加します。モデリングタブのコンポーネント。新規を選択し、コンポーネントを作成します。ジオメトリー。フィーチャー。ブロックを選択し、ブロックを作成します。動作設定。ビヘイビア。その他。Python スクリプトを作成します。Python スクリプトダイアログが開くので、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。プリント、ハローワールドと記述し、出力ウィンドウにハローワールドを表示します。コンパイルボタンをクリックすると、出力ウィンドウにハローワールドが表示されていることがわかります。コマンドを実行します。クイックアクセスツールバーのメッセージヘルパーをクリックします。アクションウィンドウにクリアメッセージズとセーブメッセージズボタンのプロパティが追加されます。クリアメッセージズボタンをクリックします。出力ウィンドウのハローワールドが削除されていることがわかります。再度、出力ウィンドウにメッセージを表示します。同じソースコードをコンパイルできないため、行を1行追加します。コンパイルボタンをクリックすると、出力ウィンドウにハローワールドが表示されます。出力ウィンドウのメッセージを保存します。アクションウィンドウのセーブメッセージズボタンをクリックします。ドキュメントフォルダを開き、ファイルにメッセージが保存されたことを確認します。ドキュメント、三菱、ジェミニ、1.45 を開きます。output.txt が作成されていることがわかります。ファイルを開きます。ハローワールドのメッセージが保存されています。ファイルを閉じます。ジェミニを開き、再度コマンドを実行します。プリント関数を削除します。define、音欄と記述し、音欄の関数を作成します。for、i、in、レンジ5と記述し、変数の i を0から4の5つの数値に指定します。プリント、i と記述し、変数の i、つまり0から4の数値を出力します。コンパイルボタンをクリックします。クリアメッセージズボタンをクリックし、出力ウィンドウのメッセージを削除します。シミュレーションを実行し、リセットします。出力ウィンドウに0から4の5つの数値が表示されていることがわかります。output.txt ファイルに数値を追加します。セーブメッセージズボタンをクリックします。ドキュメントフォルダーの 1.45 を開きます。output.txt ファイルを開きます。ファイルに0から4の数値が追記されていることがわかります。なお、お客様が独自に作成し、py ファイルで追加したメニューは、ジェミニの標準機能ではないため、動作の保証はできかねます。あらかじめご了承ください。出力ウィンドウのメッセージを削除や保存する方法は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。